ハロー YouTube、どうもしまぶーです。早速年末最後の軍拡を紹介します。梱包された箱が3つ、順番に開けていきます。一番重いこの箱から開けます。外箱に書かれていますが、模型パドックさんから購入しました。何度か利用していて、グロック19もこちらで購入していますが、いつも丁寧な梱包がされています。クリスマスラッピング嬉しいです。さあ、中には何が入っているでしょうか。そうです、今話題沸騰中のグロック17ジェネレーション5です。撮影のタイミングが合わなかったので、到着後2日間は開けずに放置。待ちに待った開封、ワクワクが止まりません。高級感のあるザラザラで、東京マルイのこだわりが外箱にも感じられます。蓋を開けると、なんと外箱とは対照的なオレンジ色の中蓋があります。中蓋を取るとメインのグロックがお目見え。説明書は中蓋に入っています。さて、メインのグロック17ですが、東京マルイ歴代のグロックとは違い、スライドがカーボン樹脂になっていて、遠目でも分かるほどグリップとの色の違いが分かれています。これを見た瞬間から、これは買いだと思わせてくれました。また一回りコンパクトなグロック19と比べると、グロック17の方が断然握りやすく感じます。グロック19の短いグリップだと、握り込んだ時にちょうど小指球に当たります。なので僕の中のベストは、短い重心に長いグリップの G45 か G19X が好みだったりします。様々な手のサイズや好みに合わせて選べることがグロックシリーズの人気の一つと言えます。何か違和感があるなと思ったら、G19 と比べると少しルーズなアイアンサイトになっていました。ハンドガンでの光線距離は短いので、それに伴っての進化なのでしょう。 20% 容量アップした新開発のマガジンも、フォロワーがオレンジでかっこいいです。マガジンを挿入すると重量バランスも整い、いい感じ。思わず構えたくなってしまいます。正直アイアンサイトはもう少しタイトな方が好みでした。精密射撃をする場合は、スライド上部にドットサイトを載せる方がいいかもしれません。握りやすくなった分、手の大きな人向けにバックストラップもついていました。こちらがショートタイプの M、 上の2つはロングタイプでビーバーテールになっています。僕の場合、素手ではロングタイプの M、 グローブをつけた状態だと何もつけない方がベストでした。各種ストラップも下側から差し込み、握り心地を確かめて、それがベストだと思ったら付属の固定ピンを打ち込んで使います。続いて開封していきます。こちらの中身は、以前グロック19の際に買えなかった経験から2箇所で注文していました。必ず手に入れたいと思うほど、今回のグロック17ジェネレーション5の購入は気合を入れていました。比較検証用に大事に取っておきます。この小さな箱も実は本命だったりします。販売促進用のチラシやカタログ、お礼の手紙、おなじみの箱、勘の言い方ならわかるかもしれません。たらーん、英語と日本語の取扱説明書やステッカーなど。そうです、今回グロック17に載せるドットサイトを購入しました。ハンドガンの使用時、アイアンサイト一筋だったので何気に初購入です。イオテックの E フレックスというタイプで、今年2月に発売したコンパクトドットサイトです。3モア、6モアとドットのサイズが選べますが、難しいものになれようと思い、3モアの小さいドットにしました。それより問題は、グロック17ジェネレーション5モスはマルイのマイクロプロサイトしか載らないと事前情報がありました。がしかし、発売前の構造の画像やネジピッチなど、検討に検討を重ね、検討を加速することで、そのまま乗るんじゃねと思い、それを実行に移します。まず上蓋を取って、リコイルスプリングを取ります。加工するのは上蓋だけで、もしものことがあっても安心です。ピンバイスで上蓋に穴を開けていきます。
失敗しないようにまずは小さな穴から開けます。僕の頭しか映ってなかったのでカットしましたが、ドリル刃が滑らないように裁縫用の針で位置出しをしています。こんな感じで下穴ができました。位置ずれもないのでそのまま穴を拡大していきます。ボルトのサイズは M3 のピッチ 0.5 のキャップボルトを使用しましたが、最終的に根元がテーパーになったサラネジを使用しました。本来は六角レンチで締めるタイプがベストです。穴も3回に分けて拡大していき、直径 3.2mm の穴にしました。上蓋を取り付けると内部にある土台のネジ溝が見えます。ネジでドットサイトを取り付けるのですが、ネジが長すぎるとピストンシリンダーまで届いてしまいます。気づかずに締め込んでいくとピストンを貫通して壊します。使うネジやドットサイトによってネジの長さが変わります。適正な長さに整えたらネジ溝に対し入るか確認します。確認できたらスライドにドットサイトを乗せ固定します。左右均等に少しずつ確認しながら締めます。ネジが干渉しているとピストンは動きません。しっかり動くので干渉はありませんでした。注意点は強く締めすぎないことです。後ほどネジ溝を脱脂してネジロックを塗ります。初期のグリスはベタベタしていて高粘度のものがついていました。メンテナンスがてらこのように拭き取り低粘度のオイルを塗ります。ピストンカップにもたくさん塗られています。なのでピストンの戻りにも若干抵抗になっています。ある程度グリスを拭いたらひとまず組み付けていきます。トリガープルは重めで結構奥で視野が落ちました。このように問題なくドットサイトを取り付けてきました。次に一度分解して内部洗浄とグリスアップメンテナンス、最後にドットサイトの本締めを行います。細かなネジや力加減で壊してしまうこともあるので注意が必要です。カーボンスライドも硬く、ブリーチを取り外す際はとても大変でした。出始めの商品は部品のみの供給はしてくれないので、この作業は内部分解の経験がある方が望ましいです。金属部品のみパーツクリーナーで脱脂して樹脂パーツは拭いて油分を取ります。ついでに分解洗浄しちゃいましたが、ドットサイトの取り付け土台のネジ溝を洗浄したかったわけです。毎度おなじみレボリューショングリスでグリスアップして逆の手順で組み付けていきます。余談ですが、ツイッターで話題になっていたブリーチがシリンダーを傷つけている問題、当たらないように棒やすりで削って対策しました。全てを組み込む前にアウターバレルを加工します。アウターバレルの先にトレーサー用のアダプターを取り付けます。そのままではアウターバレルにネジ溝がないので取り付けできませんが、10mm のドリルでアウターバレルの先を拡大加工していきます。アダプター側のネジ山は M11 なので少しきつめの下穴を開けていきます。約 15mm ぐらいの深さまで拡大しました。反対側から見るとこんな感じです。そしてアダプターをねじ込んでいきます。1回でねじ込もうとせずに、きついと思ったら緩めたり、根元まで締まらないようなら追加で拡大加工したりして力任せにならないように作業しましょう。今回は以前いただいた E シューターさんのトレーサーのアダプターを使用しました。 A ステックのアダプターは若干外径が大きくスライドに通らず組み付けができません。各社仕様変更などもあるのでサイズは要確認です。無事スライドに通りました。元に戻していきます。スライドを引いたりして動作確認します。低粘度のオイルを使ったので先ほどより抵抗が少なく感じます。また先にアダプターがつくとだいぶタクティカルな雰囲気になりました。ドットサイトを本締めしていきます。最終的に若干理想より短いですが軽量なチタンサラネジがあったので今回これにします。理想は黒染めの六角タイプが欲しかったのですが近くのホームセンターにはありませんでした。なんとチタンネジの重量は 1g 以下で測れませんでした。それでは取り付けていきます。ネジロック材は取り外し可能な中強度タイプを使用します。
ネジの先っちょに一滴刺します。しっかり穴位置を合わせて左右均等に締めていきます。無事に全ての作業が完了しました。E シューターのトレーサーユニットも取り付けてみます。左側面、右側面、ビーバーテールとマガジンバンパーもつけてみました。まるで FNX45 のようなタクティカルな感じに仕上がりました。少し気になるところは内部マウントが持ち上がってマウントベースにズレが生じたところです。試行錯誤しましたが、強度や構造上の問題もあってこれだけは改善しませんでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。